ビブラートって難しいな。なぜできんのか。もうやめようか。グスチェロ講座へようこそ。今日のビデオではビブラートについて解説して習い方を紹介します。ビブラートは演奏者の心とつながっていると聞いたことがありますが、僕もその通りだと思います。音楽のメインの仕事は弓がしてるんですが、ビブラートがないと演奏はやっぱり生きてこないと思います。ビブラートは色合いを加えてくれて、自分の一番深い感情を表す手段だと思います。弦楽器の演奏にとって必要不可欠な繊細な技術で、プロでも何年も追い続けるテーマです。どのぐらいかけるか、どこでかけるか、速くするか、遅くするか、幅を広くするか、狭くするか。全部その時表現したい音楽によって変わってきます。どんなレベルというよりも条件があると思います。肩甲骨とか肩、それから親指もリラックスした状態で弾けることです。その上に豊かで響きのある音と正確な音程で音階が弾けることです。音程とか音作り、そして左右の手の独立がまだ安定していないなら、ビブラートは演奏を不安定にさせてしまう可能性があります。無理にやると体が緊張して演奏全体のクオリティが下がってしまうこともあります。例えるなら、まだ焼けていないケーキにデコレーションするみたいな感じです。僕がビブラートを習ったのは多分9歳か10歳くらいの時でした。当時はフェルト・キルヒ音楽学校でイングリッド・エレンソン先生に習っていました。最初は腕を指板の上で吹くように動かしました。確かその時布を使って本当に指板を掃除してるみたいにやった記憶があります。そこから少しずつ動きを小さくしていって、だんだんビブラートになっていたのですね。次のステップはリズムのパターンを使ってその動きを練習することでした。なので、これから僕が皆さんに教える方法は当時先生から習った全く同じやり方です。ビブラートって左手でやるから右手は関係ないように思えるでしょう。でも実は右手が安定していないと左手も緊張したり硬くなったりして不安定になって、そうなるとビブラートはできないのです。だから僕も毎日ビブラートをかけないで開放弦とか音階をもうチェロを24年間弾いてる僕でも今でもやっています。開放弦と音階については詳しく別のビデオで解説しますので、リンクをクリックしてそちらも見てくださいね。まずは吹く動きから始めます。そのために僕が習った時と同じように布を使いましょう。指板の上に指を置いてください。弓はまだ使いません。手首が曲がっていないように気をつけてください。腕の全体で弦を上に下にスッと吹くように動かしてみましょう。この時、動きは肘から出すようにしてください。それが重要なポイントです。手首じゃなくて肘から動かしてくださいね。それに親指も裏側でリラックスした状態で
常にネックに触ったままでスッと動いています。グーとしてはダメですよ。少しずつその動きを小さくしていきます。だんだん小さくしていって、最後は一つの場所で手が止まる感じです。でも肘からの動きが残したままです。ここで4と3の指を外して、動きは続けたまま押します。そして布を外して、弓を使って弾いてみましょう。これが皆さんの最初のビブラートです。おめでとうございます。次にはメトロノームを 60bpm に設定しましょう。1拍が1回の大きな振れ幅、つまり上と下の1往復にあたります。まずはこのテンポで何回かやってみましょう。この時ダウンアップの弓ごとに4拍数えます。次に倍の速さでやります。つまり1拍に2回の振動を行います。これも同じように弓1回につき4拍数えます。で、次は3回して、それから4回して、こういう風にどんどん増やしていきます。大事なのは自分でコントロールできる範囲で続けることです。この練習のゴールは、ビブラートをしっかりコントロールできるようになることです。最後にビブラートをつけて波長長の音階を弾きましょう。ただし、無理しないようにしましょう。一つの音をダウンアップ4拍分ずつ1往復弾いてください。この時、ビブラートは自由でいいんですけど、音と音の間で止めないように気をつけましょう。音はそれぞれ長いですから、この時でもメトロノームを使うことをお勧めします。
ビブラートを習うことにおいて一番重要なのは焦らないってことです。毎日のルーティンを守って練習を続けながら毎日ちょっとずつ進んでいくことが大事です。ベイビーステップでいいんです。そうやってコツコツ続ければ必ず上達します。もしわからないことや困ったことがあったらコメント欄で教えてくださいね。全部目を通して必ずお返事します。今日のビデオを見てくださりありがとうございました。毎日音楽とチェロを楽しんでいてくださいね。ではまた今度。